皆さんこんばんは、親かなです。今日は普段メイクをやっていきます。今スキンケアが終わった段階でまだ何もついてません。ベースとかも何もついてないでこんな感じです。で、ここから普段メイクをやってまいります。で、前髪伸びてきたんで髪を留める、これポテテのクリップです。このサイズめっちゃいいんだよね。いろいろなところに使えて役立ってショートの私には大助かりでございます。じゃあまずはベースからやっていきます。ベースはこちらシャネルのベースです。これフェイスカラーなんだけどパーリーグローっていうのでラメがね入っててね、すごい自然なツヤ肌になって綺麗なの。こういう感じなんですけど、これを塗っていきます。塗るのは顔のテカってほしい部分、テカってほしいというかツヤが出てほしい部分、ジューシー感が出てほしい部分だけ塗って、鼻周りとかおでことかは違うものを塗っていきます。このツヤがこうちょっとデューイーな肌にしてくれるので、これめっちゃ好きで、ちょっと保湿力もあるから肌乾燥してこないのも好きです。で、この鼻の周りとこのおでこのここ、私ここすっごいテカりやすいんだけど、ここにはこれねミラーになってるからあれだけどムーのベースを塗っていきます。スキンスムーザーメイクベースってやつで、これがなんかこんな感じになって違う色もあるんだけど、本当にその名の通りスキンスムーザーみたいな感じで消しゴムみたいに毛穴消してくれたりとかテカリ消してくれたりとかするのでめっちゃおすすめ。メイク直しがそんなに頻繁にできない時とかこれ仕込んどくと本当にいいです。で、口が乾燥してるのでこれアメリターラのトリートメントリップグロスっていう、これすっごい好き。これ超いい。ナチュラルなものでできてるんですけど保湿力がめっちゃ高くて、あとグロスみたいなテクスチャーで、この原材料でこのテクスチャー出すって本当にすごいなと思ってて、ほんのりピンクで色づく感じです。こんな感じでツヤッツヤになるの。結構スルスルの感じでベタベタしなくて私すごい好きです。ファンデーションがこちらナーズのファンデーション大好き。これ程よいカバー力と程よいツヤ感で、これさっき振ったからこういう感じなんですけど、もうこれぐらいしかなくて、見てこのヘビロテ感満載のこれちょっと綺麗にしようね。これを半プッシュぐらい、結構伸びもいいし私薄付きが好きなので半プッシュぐらい、これぐらい使っていきます。ファンデーション塗っていくのがこのメイクアップフォーエバー使用感満載、こちらもうそろそろ洗った方がいいよねっていうスポンジです。このスポンジめっちゃ良くて、なんかサイズと硬さと、あとこっちがなんか硬くなってて、こっちの使い方いまいちまだよくわかってないんですけど、こっちはめっちゃ使ってます。これにファニュのこの美容液ミストだったかな、ミスト美容液、はい、これで濡らしてファンデーションを塗っていきます。お水でもいいんだけど、お水よりこういうスキンケアのものを使った方が肌保湿されてツヤ感出ていい感じになるので、私はこのミスト美容液をいつも使ってます。で、ファンデーションは筆で塗るのも好きなんだけど、最近このスポンジにハマっててこれをよく使ってるんだけど、筆だとファンデーションはシャネルの筆が私はすごい好きです。ファンデーションは結構いっぱい試してきたけど、リキッドファンデだったら私はこれがやっぱりすごい好きで、このさツヤ感とこの程よいカバー力、なんか重たくならない感じとフレッシュさがある感じで、自分の肌の色味とも相性がすごい良くて、黄みが強い肌の人とかはナーズのこの色の出し方すごいいいんじゃないかな、相性と思う。私すごい好きなの、これずっと使ってます。次がコンシーラーです。コンシーラーもナーズのこれもうずっと紹介してきて、ずっとこれ使ってるんで知ってる人も多いと思うんですけど、このラディエントクリーミーコンシーラーで、これ自分の肌のトーンよりちょっとだけ明るいトーンを選んでいて、この明るくしたいところに塗っていきます。ちょっとだけね、あんまりやると重たくなっちゃうから、なんかのっぺりしちゃうから。私のコンシーラーマップこれです。で、ここはクマが気になるのでここに塗ってるんだけど、ここをちょっと明るくしてあげると
目がこうやってシュッてなった感じになるのと、あと口元も同じ原理でこうシュッてさせるためにここに入れてます。でこれもスポンジで伸ばしていきます。はい、コンシーラー終わりました。で次がお粉で、お粉もナーズ、もうずっとナーズベースメイクはナーズが好きなんですけど、この大人気のパウダー、はい、これも使用感すごい汚い、でも愛されてる証拠だね。でこれをこうちっちゃい筆、これセフォラの筆だったと思うんだよな。セフォラのブラシセットの筆で、このちっちゃいのでこの目元のこの辺、絶対動いてほしくないところだけを先に押さえていきます。この辺とかね、ちっちゃいとこね、こことかね、こういう動いてほしくないところをやった後は大きいブラシで、はい、このビッグサイズのブラシでさーっとパウダーつけていきます。これはナーズのブラシです。これすごいたっぷりしてて、お粉がねべっとりつかないからすごい好きなんだよね。これささーっとさーって感じで塗っていきます。これでファンデーションは終わりです。でこの辺のちょっとテカリは最後にもう一回ねこれを塗っていきます。ベースなんだけど、これを上から重ねてあげると本当にテカらなくなるから、これは後でやる。次がシェーディングです。シェーディングもナーズこういう感じの色です。でシェーディングはなんでこれが好きかっていうと、パールとかが入ってないので好きなの。なんか締めたいのにパールが入って光っちゃうやつ結構多いと思うんだけど、光らなくていいんです。でそれをこのねここに入れの、こっちも同じところに入れの、でこの顎の下ギュッとここを締めて顔をキュッとさせていきます。あとこの辺の生え際で、前はこの鼻のとこもやってたんだけど、最近はあんまり気分じゃなくて、この外側のとこだけギュッとするよりはなんかこうしたイメージでやってます。でこの筆が、ジャックスっていうところの筆で、これトラベル用サイズなんですけど、ここ短いんだけどここはたっぷりしていて、すごい申し分ないパフォーマンスをしてくれるので、すごい気に入ってこれを使ってます。次がチークです。チークはねずっと赤っぽいチークが好きだったんだけど、最近ピンクのチークが好きになって、このシャネルのこのチークめっちゃ気に入ってずっと使ってます。最近はずっとこれ、最近のビデオで塗ってんのもずっとこれで、今までチークはこの辺にのせてたんだけど、こういう風にこの目の下のところに最近かぶせるようになって、それが気に入ってます。でこれ筆はエルメスの筆で、これもめっちゃ使いやすい、ちょっとここに角度がある筆なんだけど、たっぷりしててこれもおすすめです。この最初の置く位置なんだけどね、この辺上すぎないっていうぐらいのところに置いて、こっから伸ばしていきます。割と上目に全体的に上目な感じでやってきます。このチークピンクの色味もめっちゃ可愛いんですけど、結構パールが入ってて、なんかこうねツヤ感がすごい出てくれて好きなんですよね。こうやって塗るよりは私はこうトントントンってやって、ちょっとこうさっさっていう風に使ってます。で鼻の頭も最近流行ってるじゃん。鼻の頭も塗ってきます。チークの塗り方ってさ、時代によってすっごい変わっていくよね。面白いなっていつも思うんだけど、最近は私はこの塗り方にハマっております。はい、こんな感じです。チーク。次はどうしよう、眉毛に行きます。眉毛は、このヒンスのスクリューブラシで一回ブラッシングして、眉毛はね上向きが好きなので、このねブラシ硬さといい、なんか太さといい、すごいねちょうどよくて、これずっと使ってるこのブラシで。眉毛は、こちらケイトのマスカラ、前にも紹介したと思うんですけど、実はこれまつげ用のマスカラでクリアブラックっていう色なんですけど、なんかねこういう感じのコームタイプのブラシで細かい眉毛も全部拾ってくれて、すごいね綺麗に上げてくれて、ホールド力もしっかりあるのでめっちゃ好きです。この色がクリアブラックだから、クリアの
ものをつけるよりも眉毛にねたっぷり感を持たせてくれるんですよ。マスカラしただけなのにちょっとなんならペンシルで描いたんじゃないかぐらいのボリューム感がね出てくれるの。これでやってからちょっとこのブラシでちょっと整えていきます。余分なものをね取る感じで、こんな感じです。やっぱ違くないですか？これやっぱすごいいいんだよね。でこれやった後にちょっとこの眉尻とあと足りないところをペンシルで埋めていくんだが、アイブロウペンシルがこれベアミネラルのアイブロウペンシルなんですけど、これめっちゃいい。これすっごい気に入ってます。ペンシルとスクリューブラシがついてるタイプになっていて、でこの色味がねすごいいいの。これ黒なの。アイブロウペンシルってちょっとブラウンとか焦げ茶とかそういうタイプの色が多いと思うんですけど、私眉毛黒なので黒いペンシルがいいんですよ。でこれはこういう色なの。なんかベタっとした黒じゃなくてちょっとグレーっぽい色で、色がめっちゃいいのと、あとこれご覧の通りすごい細い線が描けるからめっちゃ気に入ってます。これでこの眉尻ちょっとだけ長くしたいんだ。空いてるとこちょっと埋めて。眉毛のことよく聞かれるんですけど、眉毛は私何も触ってなくて、抜いたりとか剃ったりとかしてなくて、生えっぱなしが可愛いなと思って生えっぱなしにしてるんですけど、今さなんかこうちょっとこういう眉毛流行ってるじゃない、まっすぐなやつで、この辺の下のやつをちょっと処理してそういう感じにしてみようかなって思ったりもしたんだけど、でもやっぱこのなんかわちゃっとしたもしゃっとした眉毛がすごい好きなんだよな。はい、こんな感じで眉毛完成です。でこのペンシルでこのままここにあるほくろを足していきます。もともとあるんだけどファンデとか塗るとちょっと存在薄くなるんで、いつもペンシルでね足してるの。次がハイライト。ハイライトはもう大好き、シャネルのこのボームエサンシエル、透明のがめっちゃ人気だったと思うんだけど、私はこのちょっとだけラメが入ってるやつが好きで、このパール感がねちょっと入ってるの。綺麗です。あなたすごい、やっぱいいわ。これをこの頬骨のところ、まずはね、もうこのチークがめっちゃ光ってくれるから結構いい感じなんだけど、その上にこの自然なツヤ感を足していきます。で鼻のこの頭、あとは目の間にちょっとだけハイライト入れてあげます。でこのリップの上、まぶたにも私これ塗ってるの。まぶたにこれ塗るとなんかここがツヤっとして色っぽくなっていいんですよね。この目を節目にした時に綺麗なんだよね、これ入れてると。次がリップです。リップは最近これにすごいハマってるの。このシャネルのルージュココブルーム134番、色はこんな感じの色です。一見ちょっとすごい濃く見えるんだけど、これをこうやって塗るんじゃなくて、こうやってねトントントンってしてあげて、指でなじませる。なんか絵の具塗るみたいな感じでトントンって。はい、こんな色良くない？この色大好きなの最近で。こういう感じでナチュラルでつけるとこういうじゅわっとした血色感の色なんですけど、重ねるとしっかり色出てくれるので、昼間はちょっと薄めにつけて、夜そのまま出かける時とか重ねるだけで結構表情変わるので、そういう意味でもすごくいい色だと思います。最後にさっき言ってたこのスキンスムーザーをもう一回テカりたくないところに、でも結構やっぱ違うよね、この辺だけね。ここにもう一回だけちょっとだけ、ベースなのは分かってるんだけど、もう一回だけちょっとだけ重ねる。いい、さすがです。大好きこれも。でこれでメイクは完成です。これ髪の毛取って髪の毛のセットをするんだが、もうこのチャンネルを長く見てくれてる人は知ってると思うんですけど、私髪の毛のセットが全然自分でできないのでささっとしたものになるんですけど、最近はこれ汚いこのオーセンティックビューティーの、カールシェイプクリーム、これ濡れた髪につけるタイプなんだけど、なんか乾いた髪につけても
まとまり感とかがちょうどよくて、で普通のこうなんていうの、ヘアクリームみたいなより癖が出やすいので、これを最近つけてます。私の大好きなアムリターラのベジワックスだっけ、ガーデンワックスだっけがなんと廃盤になるらしく、YouTube のコメントで教えてもらったんですけど、何か新しい好きなヘアプロダクトを見つけなきゃいけないということで、最近いろいろ試してたんだけど、今はこれがすごい好きです。この今出てるこういうやつとかも巻いたりとかしなくて、寝癖というかテンパというかでございます。はい、こちらで普段メイク完成でございます。こんな感じ。普段だいたい今日紹介したアイテムを使ってこのメイクをしています。夜お出かけする時とかは上のまつげだけマスカラ塗ったり、キラキラしたアイシャドウ塗ったり、あとはマットな締め色ブラウン系のものを塗ったりするけど、だいたいいつもこんな感じです。昼間は。で YouTube 撮ってる時も本当に今日紹介したものを使っていつもメイクしております。はい、こちらで普段メイクのビデオ以上となります。今までいろんなコスメを試してきて、本当に気に入ったもの、いいと思えるものを使って普段メイクしてるので、今日紹介したアイテムたちは本当スタメンで自信を持っておすすめできるアイテムたちなので、気になるものがあった方はぜひいつも通りリンク貼っておくので、そちらをチェックしてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまた明日だね。バイバーイ。シャネルの、フィルドアンルミネールベルミンピュアトリートメントリップグロス、まあ先週ぐらいに洗った方が良かったかなっていう仕上がりのメイクアップフォーエバーのスポンジです。これがすごい好きです。出ちゃった